こんにちは、コロです。今回はマラソンで多くの人がぶつかる30キロの壁の練習方法ゾーン1、ゾーン2という超低強度トレーニングがとても重要なんだという話です。後半で足が止まる理由がわからない人、頑張ってるのに失速してしまう人に向けた内容を自分で書いたブログをもとに要点と考えを整理しました。それでは本編をどうぞ。こんにちは。マラソンを走る人なら一度は経験するかもしれないあの悔しい30キロの壁。今回はですね、この壁を気合だみたいな根性論じゃなくて、もっと科学的なアプローチで打ち破るそんな方法を、あるブロガーさんのリアルな体験談をもとに一緒に見ていきたいと思います。いやー、ありますよね。マラソン走ってて30キロまでは今日調子いいかもなんて思ってたのに、突然本当にプツッと電池が切れたみたいに足が動かなくなる。わかりますわかります。あの感覚本当に辛いんですよね。もう気持ちは前に進みたいのに体がついてこないっていう。そうなんです。でもあれって気合が足りないとか根性がないとか、そういう精神論の話じゃ実はないんですよ。体の中のエネルギーがもう文字通り空っぽになってしまうっていうことと、あと僕たちの脳がこれ以上進んだら危ないぞって体を守るために緊急ブレーキをかけちゃうこと、この2つが原因で起こるすごく自然な体の反応なんです。で、その壁を乗り越えるための、言ってみれば秘密兵器が、なんと驚くほどゆっくり走ることなんです。これはブロガーのコロさんの経験から導き出された、一見すると常識とは全く逆のアプローチなんですよね。ちょっと待ってください。ゆっくり走る練習でレースの後半にバテなくなる？いやいや、普通は速く走れるようになるためにきつい練習をするもんじゃないですか。なんでそんなことが可能になるんですか？いい質問ですね。その秘密を解き明かす鍵がこの例え話なんです。私たちの体を2種類の燃料で動くハイブリッドカーだと考えてみてください。スピードを出すためにすぐ使えるけど容量の小さい砂糖のバッテリーと、長時間じっくり走るための巨大な脂肪の燃料タンク。この2つを僕たちは持ってるんです。まさにこれです。いつものちょっと頑張るペースで走ると、体は手軽に使える砂糖のバッテリーばっかり使っちゃうんですよ。だから30キロあたりで空っぽになってガス欠を起こしちゃう。でも驚くほどゆっくり走る練習をすると、体があの巨大な脂肪の燃料タンクからエネルギーを引き出す方法をだんだん学習していくんです。いわば超低燃費なエンジンに体を改造していくトレーニングみたいなものですね。これで大事な砂糖バッテリーをレース終盤までしっかり温存できるというわけです。そしてもう一つの大きなメリットが脳にあります。僕たちの脳って例えるならすっごく心配性な親みたいなものなんです。普段やってないような長時間の運動をさせると、うちの子このままだと倒れちゃうわって心配して、まだ体にエネルギーが残ってるうちから強制的に動きを止めようとしちゃう。だからゆっくりでも長く動く経験を積むことで、この心配性の親である脳を安心させて、大丈夫大丈夫、このくらい走っても平気なんだよって教えてあげることがすごく大事なんです。なるほど。じゃあその驚くほどゆっくりって具体的にはどれくらいのペースなんですか？一番わかりやすい目安は、隣の人と普通に会話が続けられるくらいですね。心拍数で管理するのが一番正確で、だいたい最大心拍数の 60% から 70% と言われています。30代から40代の方なら1分間の心拍数が140を超えないくらい。ペースで言うと人によりますけど、1キロ6分半とか7分8分くらいになるかもしれません。最初は遅すぎるってもどかしく感じるんですけど、コロさんによるとこれを続けるうちに同じ楽な心拍数でもどんどん速いペースで走れるようになっていったそうですよ。ほら、これがそのコロさんの実際の言葉です。つまりおしゃべりできるくらい楽な心拍数を保ったまま走るっていうルールは変えずに、トレーニングを続けたら同じ楽な感覚のまま1キロ5分半っていうペースまで上がってきたということなんです。これって体が脂肪をエネルギーにするのがめちゃくちゃ上手になったっていう素晴らしい証拠ですよね。そしてこのトレーニング哲学の核心部分がこの80対20の法則なんです。練習全体の時間のなんと8割をさっき言った驚くほどゆっくりなペースに当てる。これが基本になります。8割もですか？そんなにゆっくりばっかり走ってたら逆にスピードが落ちちゃいそうな気がするんですけど、そこがポイントなんですよ。
まず8割のゆっくりした練習で怪我のリスクをほぼゼロにしながら持久力の土台をどっしりと作る。そうすると筋肉の隅々まで酸素を届ける毛細血管がすごく発達して後半の粘り強さが生まれます。そして何より体が疲れてないから残りの2割のスピード練習の日に本当に質の高いキレのある走りができるんです。毎回全力で走ってると疲労が抜けなくて結局どの練習も中途半端になっちゃいがちなんですよね。これは具体的な練習サイクルの例ですね。すごくわかりやすい。例えば週に5日走るなら、そのうち4日はおしゃべりできるペースで楽しくジョギング。そして1日だけはあはあって少し息が上がるようなちょっときついけど頑張れるペースで走る。で、大事なのが4週目。ここは回復の週として全部の練習をゆっくりにして体をしっかり休めるんですね。これなら無理なく続けられそうな気がしますよね。そしてこのトレーニングを成功させるためにコロさんがものすごく重要だと指摘しているのが日常生活の管理なんです。特に睡眠とカフェイン。寝不足だったり朝コーヒーを飲んだりすると心拍数が自然と上がりやすくなるので、自分ではゆっくり走ってるつもりでも実は体に思った以上の負荷がかかっちゃうということなんです。うわー、コーヒー立ちはきついですね。毎日飲んでる人にとってはこれはかなりの挑戦ですよ。本当にそうですよね。でもコロさんのこの正直な感想を読むと、やってみる価値はありそうだなって思いません？イライラとか頭痛とかそういうのを乗り越えた先にすっきりした感覚と安定した心拍数での楽なランニングが待っていると。そうなんです。そしてコロさんはこの80対20の法則っていうのがただのランニングの練習方法じゃなくて、僕たちの人生全般にも応用できる考え方なんじゃないかと締めくくっています。常に 100% 全力でいる必要はないと。自分のエネルギーが一番かかまっている大事な2割の時間に最も大切なことを集中してやる。そして残りの8割は心と体を休ませたり準備したりする時間に充てる。このメリハリこそが結果的に大きな成果を生むのかもしれませんね。マラソンも人生も頑張りどころをしっかり見極めることが大切だということでしょうか。あなたの人生の 20% って何でしょうね。ちょっと考えてみるのも面白いかもしれません。最後まで見ていただきありがとうございます。次回30キロの壁を打ち破るのに必要なグリコーゲン、糖分摂取についてお届けします。もしこの動画が面白かったなら高評価、チャンネル登録お願いします。コロでした。